右手に持った鍵で仕留めます。どうも、吉松人です。さて今回なんですけど、何をするかと言いますと、じゃじゃーんとこの格好を見てもらえればわかる人もいるかと思いますけれども、ということでもう単純明快です。海に潜ります。で、海に潜って何を取るねん、どんなね魚やったり、あとウニとか貝とかを取るねんっていう話なんですけど、全然考えてないですね。もう全く考えてないです。で、今がですね、午前8時頃なんですけど、なんか昼飯か晩飯でもケンと食おうぜっていう話になって、それらをねスーパーでね買っても500円とか1000円とかかかるじゃないですか。僕らはねせっかく漁師してるんで、この船でね今から沖に行ってなんか自分の手で取ったらタダじゃないですか。その経費とかは考えてないですけどね。はい。で、この船で今から行くんですけど、お気づきの通りこれでユニックで今から下ろします。慎重に下ろしていきます。本当にですね、トラブルが起きんように注意してやっていきます。さあ、それでは無事下ろせたんで、本当にノープランですけど食材を求めて沖に行きたいと思います。で、場所はここからそうですね、5分ぐらい行けば着く場所かなと思いますね。そこの岩場ですねを潜ったらね、何かしら取れるんじゃなかろうかと思います。ちゃちゃっとその場所まで行きます。さあ、港を出てですね、まだ1分なんですけど、ここでいいかという気がしてきました。というかここにします。はい。で、剣はお留守番っちゅうことやね。はい。で、お留守番の間釣り竿持ってきてもらったから、なんか俺が取り損ねたらいけないから、剣は上で見張りがてら釣りをしよってくれたら、はい、潜って釣ってなんか取れるやろ。はい、はい。ということで視聴者さん、僕たちがですね、昼飯か晩飯か食いそびれるか食いそびれないか、もしくは豪華な飯にありつけることができるのか、その辺もねお楽しみにいただきながらこの動画見てくださったらと思います。この空気の入ったタンクにしょいこっていうやつつけてロック。そしたらこのようにランドセルのように、リュックかのように背負えるっていうことですね。で、これにこの中の空気吸わなきゃいけないですから、こいつを装着します。もう簡単ですね。かぶせてここ閉めるだけで、元栓開けましょう。ここからエアーが涼しい来るわけです。さあ、それでこれ背負ってこのままレッツゴーってやったら、ここから水が入るので剣にこれから締めてもらいます。はい、はい、力いっぱい、はい、このようにねチャックがあるんで、力潜水士あるあるですね2人で共同作業です。はい、こんな感じで装着完了っていうことですね。よし、そしたら足ひれ履いて軍手装着。暑い、まだ涼しいけどめっちゃ暑いと思う。部屋涼しそうやな。僕は涼しいです。僕は暑いですだいぶ暑いです、はい。この僕が今着てるドライスーツはですね、この体との間にある程度ね空気が残るような仕様になってます。このスーツの生地自体にもね空気が入ってるんで、これによって浮かないように重たいベルトをします。通称ヘルニアベルトって言いますね。覚えとってケンちゃん。はい。ヘルニアベルトっていうか。はい。はい、そしたら嘘つき親方はもっとケンちゃん。はい。密漁感出てる出てます。強盗密漁どっち？強盗ですね。ケンちゃん、こうやって潜る人ってね、海の中での作業はね結構楽なの。へえ。どんな作業も基本的に楽。海に入る前とね、海から上がった後が一番しんどい。めっちゃしんどいわ。エンジン切っとっていいから、はい、ちょっと沖に出て待っとってくれたらいいよ。俺が潜っとる時アブクが出よるやん。その近くにはおって必ず、はい、そのアブクは見えるところに。はい。さて、船から海へ飛び込み潜水漁を行います。漁と言いますか、昼飯を探すための半分遊びっていうイメージで見ていただければと思います。さあ、まずは浅瀬の水深 4,5 メートルの海底を探ります。早速、牛の間に石ガニを発見。右手に持った鍵で捕らえるも、逃がしてしまいました。自らその腕を切り離して犠牲にして、残った片腕の状態で岩場に逃げていきました。よほど危険を感じたのでしょう。せっかくの食材、味噌汁の出汁を取り損ねました。しかしすぐさま何かを発見。皆様には何かわかるでしょうか。岩の間に手を突っ込むと、
中ぐらいのサザエを2つ取りました。石ガニを取り損ねたすぐ横の岩場でした。これで坊主は回避。昼飯抜きは免れました。さて皆様の目にもちらほら魚の姿が確認できるかと思います。ここで姿を現したのはいい方のメバルです。慎重に鍵を構え、ゲットならず。メバルは警戒心が強く、その距離を詰めることも困難です。右手を精一杯伸ばしてチャレンジするも、ゲットならず。メバルは難易度が高めです。この日、メバルには再度出くわしました。人間をからかうかのように目の前を悠々と泳ぎます。鍵を構え、振り抜くも、ゲットならず、ひらりとかわされます。今日の昼飯にすることは諦めました。さて、とはいえ、サザエを着々と集め、ものの数分で10個程度取ることができました。大きさ的にも1つ 150g はあります。大きなサザエです。サザエだけでは物足りません。ここで奇策、近くにいた紫ウニの実で魚をおびき寄せる作戦。ウニは人間の大好物であるとともに魚にとっても最高の餌です。さて早速海の実に寄ってきたのはベラの一種キュウセンたちです。このようなベラの群れは瀬戸内海の沿岸部によく見られます。追加の紫ウニを取ってさらに蒔絵をします。ベラはメバルよりは警戒心がないのでしょう。割と人間の近くまで寄ってきて一心不乱にウニの実を食べています。ここで右手に持っている鍵を構えますが、お気づきの通り的が小さい。なかなかチャンスが来ません。最後のウニを使ってこれがラストチャンス。やってきたのはベラの群れの中でも一番大型化するササノハベラ。狙いを定めてゲットならず。この鍵は魚を取る専用の鍵ではないので返しがありません。すっぽ抜けてしまいました。せっかく鍵に刺さった魚、手にその振動が伝わってきた分、逃がしたショックは小さくありません。今日の昼飯はサザエだけかと肩を落としていたその時、岩の間に魚影を確認。どうやらこちらには気づいてません。体勢を整え、狙いを定めてゲット。少し急所を外したか、暴れながら岩の隙間から出てきました。この魚の名はソウ、アイゴ。その各ヒレに毒を帯びた針を持ち、刺されると激痛が走ります。その痛みはオニオコゼやエイにも匹敵。慎重に扱わなければなりません。左手でしっかりホールド、鍵で急所を刺し息の根を止めます。捕獲しました。このアイゴ、北は本州から沖縄まで生息。食性は雑食。海藻や甲殻類、ゴカイなどの多毛類を捕食します。ここで最後の抵抗。締め方が甘かったか暴れ回ります。危うく左手を刺されるところでした。体勢を整え、慎重に息の根を止めます。最後は左手を離し、右手に持った鍵で仕留めます。完全に仕留めました。捕獲完了です。お、増田さんがアイゴ取ってきました。よいしょ。サザエが落ち落ち取れたね。なんか釣れた？何も釣れなかったです。遠すぎる釣ってた場所。この辺ないと。この辺めちゃくちゃ浅かったんですけど。めちゃくちゃ浅くていい。あっち泥しかない。そうなんですか。あ、なんか釣れました。釣れた？はい。お、
ヒートやな結構。入れます。ガツガツ引く感じ。ガツガツ引く感じということはということはこいつですね。こいつでかいなほんで出られる。ふてぶてしいベラやね。結構引いたやろそれやったら、はもう1匹ぐらいする。はい。さあそしたらアイゴが1匹とケンがベラ1匹釣ってくれたんで2匹、もう1匹ね欲しいとこなんですけど、最後の1匹だけ釣ってもらいましょう。来ました。はい、じゃじゃーんと、大きさも全く一緒じゃあ飯にしましょう。はい。さあ自宅まで帰ってきました。取れた魚なんですけど、岩場の隙間に隠れてましたアイゴと、あとはケンが釣ってくれた、僕の潜水動画にも出てたと思います笹の葉ベラ2匹、これらを調理したいと思います。で今回作る料理なんですけれども、アクアパッツァを作りたいと思います。知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、この各ヒレに猛毒がございます。これ刺されるとめちゃくちゃ痛いです。で調理中にですね、この針にやられちゃいけないので、まずはハサミで落としておきます。そしてこのアイゴという魚、内臓血がねめちゃくちゃ臭いんで、腹を裂いて内臓を出しておきます。うわ臭そう。見てみる。いや、大丈夫です。寝たことある？いや、ないですね。じゃあ匂い。大丈夫です。うわくっせー。洗います。さてこのアイゴという魚、なんで臭いかっていう話なんですけれども、どうやらその食性、食べてるものですねが海藻類を食べるみたいなんです。海藻自体はですねそんな臭くないじゃないですか。長時間胃の中にその海藻があるんでしょうか。アクアパッツァはね普段こんなに切り身まで持っていかないんですけれども、この臭い魚アイゴは切り身まで持っていきました。これによってみるとちょっと臭い。多分美味しくできるであろう笹の葉ベラのアクアパッツァと混ぜるのは嫌かなと思ってきたんで、こっちは視聴者さん毒味がてらですね、刺身でいきます。皮引くのはですね、柳包丁だったり刺身包丁と言われるんですけれども、こういった長い包丁でキコキコとやるとやりやすいですね。で、アイゴの皮はですね、結構分厚いです。ですので簡単にペローンと剥がすことができました。これはアイゴはメリットですね。はい、ちゃちゃっと皮も引いて、柵の状態というんでしょうか。これが2つ完成しました。そしたら刺身用に切っておきましょうか。こういうちっちゃい身を刺身にするのって難しいですよね。なので選手交代、より器用な剣に任せます。皮目を下にして斜めに大きく切っていこうと思います。皮目ギリギリのところで包丁を立てると角が立った綺麗な切り身になると思います。はい、全部切り終わりました。皮を剥いて水を入れたボウルにツマを落としていきます。ツマを乗せて大葉を乗せて1枚ずつ並べていきます。料理長いい感じやね。そうですか。臭そうには見えんわ。はい。じゃあ、アクアパッツァ作るまでちょっと冷やしておきましょうか。はい。さあ次に笹の葉ベラをアクアパッツァ用に下処理していきましょう。エラの隙間に包丁を刺してつながっている部分を包丁で切り落とします。お腹を切っていきます。開けたらエラを引っ張って内臓を取り出します。こうするとエラと内臓が一気に取れます。さあケンちゃん、視聴者さん忘れてましたね僕。はい。メインの今日の漁獲なんやけど、このサザエをね忘れてましたわ。でこのサザエをアクアパッツァに入れます。刺身の作るか、ちょっと食べたいよ、はい、そしたらこのサザエ刺身用と、あとアクアパッツァ用にもうちゃちゃっとやります。サザエはこっち側に貝柱があるんで、ナイフっぽいものを突っ込めばポロッと落ちると思います。こんな感じで、殻側にもね実はまだこれ貝柱残ってます。この中突っ込むようにやるとですね出てくるかな。はい、このようにちょっとグロテスクなものと一緒にちょっと洗います。はい、残ったね貝柱がこのように取れるということですね。今回は刺身にしろアクアパッツァにしろ全部この状態にしておくんで、ちゃちゃっとこの作業をやると、はい、こんな感じで殻のついた身の方と、あとは貝柱。さあそしたら今度はこの殻と身の間に包丁を入れて殻を剥がし取るイメージですね。簡単で、ついでに説明しますと、このひらひらは必ずと言っていいほど取ってください。サザエのねつぼ焼き食べたことある方結構いらっしゃると思いますけれども、その苦味の原因がこのひらひら、あとはですねここにサザエの
口があるんですけれども、これを三角に落としますと、見えますでしょうか。ここに赤い物体あるじゃないですか。これがサザエの口です。きれいに水で洗い流すと、あとはもう美味しいとこだらけ。うまそう。だいたい3分の1ぐらいの大きさに、刺身用はもうこんな感じで薄く切っておいたらいいと思います。アイゴの横に置いておきます。ピンクだから見栄えがいいですね。OK。やっとこれからですね、料理っぽいことしていきます。オリーブオイルもこれ目分量でいいと思います。そしたらここにニンニクを一回し、香りをオリーブオイルの方に移していきます。そして塩コショウ、もうなんかうまい気しかせんのやつ。はい。そしたらもう油投入しますよ。はい。ビビって弱火にしております。ご家庭でいろんな味があると思うんで、僕なりのアクアパッツァをしますと、これひっくり返しましょう。ケン、はい、これうまいぞ。もう食えるやんこれな。はい。魚貝に加えて、これも必須ですね。トマト、これはプチトマトを使うパターンが多いんじゃなかろうかと思いますけれども、これで彩りと酸味を加えます。これが入ると見栄えが一気に良くなりますね。そしたらサザエも出してくれと言わんばかりに豪快に。はい。そしたらね、今回はアスパラも用意したんで、これも一緒に入れておきます。でここに緑が加わったらね、なおいい感じになりましたね。はい。そしたらね、白ワインも結構入れる方多いと思います。今回は海底熟成ワイン、これのスパークリングなんですけども、炭酸はね、これ結構ほぼ飛んじゃってます。海のロマン溢れてます。海底熟成ワイン適量。はい。そしたらここにちょっと塩を入れといて、蓋して5分10分ちょっと待ちたいと思います。さあ、そしたら最後はイタリアンパセリをみじん切りにして終わりましょう。さあ、ここで気づかれた方はおらんやろうな。はい。これ実はセロリです。この島に唯一あるスーパーにですね、県に買いに行ってもらったらパセリじゃなくてセロリしかなかったんよね。はい、はい。でこれみじん切りにしたらパセリ加えて、セロリでした、加えて、もうできると思います。いや、これは本格的すぎますね。神がかっとんな。はい。やば、色合い完璧。そして視聴者さんにはお届けできてないんですけれども、匂いやばいやろ、げんちゃん。はい。めっちゃうまそうな匂いがします。そしてこちらにはサザエの刺身とアイゴの刺身。いいっすか。はい。やっぱ泳いだとうまいね。声ちっちゃくないですか。ちっちゃくなるんよ、そうなんです。飲んでる時は。マスさん、僕もいいですか。うん。じゃあ僕はこれで。何ですかそれ。ヤクルトです。アクアパッツァにヤクルト。はい。クソガキがおるんですけど、気を取り直して食べますか。アクアパッツァからいただきたいと思います。この下にスープがあるんで、ここにつけていただきます。食べてみけん。はい。うまい。この箸で触った感じから伝わってきますね、このふわふわが伝わるやろ。ふわふわ感が。じゃあいただきます。いや、超うまいよ。超うまいですね。コメント下手か。サザエもね、うまい。ケンはアクアパッツァ作ったことないって言ってたから。はい。美味しいし簡単やろ。そうですね。ケンはよく釣りすると思うけど、釣った魚と、トマトさえあれば、最悪それでできるから、実は皆さん意外とアクアパッツァ簡単です。さあ、それでは皆さん、アイゴの刺身をちょっと後にして浮気しまして、サザエの刺身をいただきます。これはね、100点なんよ。食べてみけんちゃん、これ。もうね、何百回作ってきたけどね、すこぶるうまいぞ。うまない？これは何回食べても美味しいです。なあ、本当にうまいよな。で、これで終わっとけばええものの、横にアイゴがおるんですよ。はい。さあ、それでは岩の隙間に潜んでたアイゴ、これをお刺身でいただきます。ちょっとどことなく手が震えとるけど臭いんよ。臭いのが嫌い。塩水処理してねえやん、しかも。ああ、忘れてましたね。なあ、いただきます。臭い。普通に臭い。ああ、臭いと思ってたけど美味しかったみたいなのは臭いないですか。臭いぞこれ。臭い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 。これ臭いけん、臭い。
あ、もうわかんない。分かんないな。分かってない。全然臭くない。臭くないですね。くせえわ。くせえわ。え？やっぱ違うんやな。育ちですよ、君は。君は所詮大阪の子なんですよ。え？